こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は八重山諸島周遊制覇の旅の一つである小浜島の旅をお届けいたします。絶景、グルメ、時間の流れが変わる空気感、見どころがたくさんあるのにほとんどの人が行かない、まさに大人の穴場旅行先でした。ここを行かずに八重山諸島周遊の旅を終わらせるのはもったいない。これは必見です。ぜひ最後まで大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。八重山のへそとも呼ばれている小浜島は石垣島と西表島のほぼ中間に位置しています。人口は約700人。島の中心に地元の人が暮らす集落があり、今も昔ながらの沖縄の家や道が残されています。小浜島周辺の海は石西礁湖というサンゴ礁地帯が広がり、その規模は国内最大です。島の周囲は約 16.5km で、自転車で主要スポットを巡れるほどの大きさですが、その中に美しい海、マングローブ林やサトウキビ畑などが広がっています。亜熱帯気候の小浜島では、冬でも最高気温の平均は約22度前後で、10度を下回ることもなく、年間を通じて温暖です。小浜島へのアクセスは石垣島の石垣小離島ターミナルからのみ高速船フェリーでアクセスできます。所要時間は高速船で約25分。小浜島には路線バスやタクシーがないため、移動手段はレンタカーやレンタバイク、レンタルサイクルのみとなります。それでは時間の流れが変わる小浜島の旅を一緒に楽しみましょう。はい、今日も港にやってまいりました。台風の影響でね、ちょっと風が強いんですけど、晴れは晴れです。今日はね、小浜島の方に行きたいと思います。これでもう割とほとんどを制覇しましたね。9時10分になりますね。今日日帰りですか？はい。今回もアイランドホッピングツアーのチケットを使って安くチケットを手配しました。さあ、今日はどんな旅になるでしょうかね。5番乗り場から行きます。具志堅さん、行ってまいります。あれで行くんかな。ちっちゃいね。さあ、小浜島までは約25分で到着になりました。いやー、小浜島来ましたけど、風が結構えぐいですね。雨はね、なんかもうほとんど降ってないですけど、晴れ間もちょっと見えかけてるんですけど、この風、レンタサイクルどうだろうな。車の方がいいんかなって感じですね。それと明日ね、与那国行くんですけど、これどうしようかなって感じですね。港のすぐ近くにね、こうレンタカー屋さんは結構ありますね。そうなんですよ。明日行って明後日帰るみたいな。で、明後日の帰りは飛行機今取ってるんですけど、明後日は無理じゃないこれ。こればっかり。建物内は入れないので気をつけて、敷地内は自由です。もうこれしないで入ってってください。ここに戻って右に出る。一つ目カーブ過ぎて2個目のカーブから下って入るとマングローブも間近に見えますね。通り抜けはできない。海沿いに道がないから、中心部が集落ですね。街中に商店とか食堂ね、お昼やってっていうのが何軒かあります。この前喫茶店ヤシの木がありますから、こちら目印で右に入るとバス会社の駐車場がありますから、バス会社駐車場の前を右に曲がったら NHK 朝ドラのチュラさんのここ行こうかなと思ってます。ティーだ？はい。パワーグラスをね、これから入ってって、たらティーでしょうけどね。同じような A と道だから、目印になるのを書いてますから。はい、わかりました。嘘崎ですね。はいはいはい。もう2キロ先西表、目の前だとこの眺め最高ですね。
さっきなんか北のことを西って言ってたじゃないですか、西はなんて言うんですか？入りあ、入りって言うんですか？入りだから西表とか言って入り。ああ、そういうことか。なるほど。難しい、頭こんがらがる。だから入り表か。そう、東を上がりと言って太陽が上がってくるから東で、太陽がなるほど。いる中ああ、そういうこと。は落ちていはいはいからはい。入り上がり入りの。細崎まで行ったらもう行き止まりですからね。ここはもう、はいマンタの展望わかりました。これから行くとホテル方面ですね。リゾートホテルが2カ所で、ホテル方面から来ると左手2本目まっすぐの道がシュガーロード。あシュりがとうございます。ガーこのワーリタポーリとはどういう意味？いらっしゃいあ、いらっしゃいって意味なんですね。石垣は大利通りだけど、はいはいはい。小浜はワーリタポール。島々で微妙にちょあ、なんかね、微妙に違うっと感じ。ニュアンスが違うんですね。ありがとうございます。はい、そんなバイクね、乗り慣れてるわけじゃないですけど、バイクにします。ここ沼の坂ですね。これは自転車はきついな。さあ原付でね、ちょっと楽した後にまためっちゃ登らないといけないらしいです。ここはチュラさんのなんか舞台上がっていきたいと思います。すごい、マジか。あ、やっぱヘルメットかぶってもってしまった。これ登るんか、やべえ。なかなかすごい。うわ、えぐっ。俺はなんで何が大人の穴場旅行やねん。こんなんも大人が登るとこじゃない。エスカレーターつけてくれ、エレベーターつけてくれ。俺はやばいか。おお、絶景が見えてきました。これは絶景だわ。素晴らしい。あの先にあるブルードがめっちゃすごい。このウフ滝展望台は小浜島で一番高い海抜99メートルの山ウフ滝にある展望台です。ウフ滝の頂上にあり360度をね、海に囲まれた小浜島の大パノラマを望むことができます。あれ、今調べてると、もしかして上にチュラさんの碑があったんかな。見当たらんかったぞ。もうこれ写真やな。写真でごまかそう。見逃した。くそ、もう一回あんなとこ登れへんわ。もうこうかな。見つけた、ここや。ここが多分チュラさんのやつや。またこれ登るんか。いや、見つけてしまったらもう行くしかないな。あ、もうしんどい。ああ、しんどい。ああ、暑すぎる。途中で休憩するポイントまであるじゃないですか。
ありました、チュラさんの日。素材でもらおうと思いましたが来てよかった。この西宇布滝展望台はね、まだあまり知られてないので、結構観光客もいなくてプライベート感を味わうことができます。で、登る階段の数もね、宇布滝展望台に比べると少ないので、こちらの方が大人の穴場感あります。さあ、それでは天気のいいうちにコーラルビーチに行きたいと思います。このまままっすぐか？違うかった。全然違う。無事に着きました。美しそうな感じですよ。風強いですけどね。おお、荒々しい、荒々しい。これは多分でも綺麗ですね、絶対。今日はこんな感じだね。でも十分この天気でこの美しさなんでめちゃ良さそうですね。ここ結構こじんまりもしてるし、いい感じです。おー、日が差してきた。日が差してきたぞ。でもそんな変わらんな。風強すぎ。でもね、いいんですよ。皆さん絶対こう離島に来たらね、穏やかな美しいビーチ見たいと思うんですよ。誰もがそうだと思うんですよ。だからといってこの荒れてる海だったりとか濁ってる海だったりとかは残念って思うのもやめませんかね。それはそれで海の一つの表情ですよ。僕だって人間も一緒じゃないですか。化粧した表面の美しいとこだけをこう好きになって、実は裏側で結構なんか腹黒いことしてたらもう見損なったみたいな感じになってますけど、みんな一緒じゃないですか、ね。海も綺麗な時もあれば美しく見えない時もあるんですよ。でもそれひっくるめてここの海なんですよ。そういうことも教えてくれるんですね。小浜島のコーラルビーチは。西の浜か。西の浜は旅味ご当地ですね。綺麗なとこだけ好きなんて本当の好きじゃない。こうやってちゃんと風が強い時とか、ね、雨が降ってる時とかも好きなのが本当に好き。そういうことじゃないですか。僕はそう思いますよ。しっかり見届けましょう。だからこそ綺麗な時余計に輝くんでしょうね。ずっと綺麗だったら飽きてしまう。こういう日もあるから輝くんですよ。そういうことでお願いします。だからこうやって天気悪い時に来たからといって嘆く必要はない。普段皆さんが見れないそんなシーンを見れたとラッキーだと思いましょう。悔しいよ。カトレ展望台っていうところに来ました。また展望台かいって感じですけどね。目の前にはマングローブが広がってますね。壮大ですね。さあまたここ登りましょうか。今日は原付にしたことだけが正解でしたね。あんな普通の自転車乗っててあんな坂登って、しかもこんな展望台の階段登るとか死にますねって思ったらちょろっとだけやんけ。おおすごい。マングローブ。
このねカトレ展望台はマングローブ林と西表島をね一望できる絶景スポットなんですね。夕日が沈む時間帯にはね美しい夕焼けも見られるんでね、ロマンチックな雰囲気も漂いますよ。また見てみたいですね。ここに向かおうとしてるんや。あ、結局あそこまで行っちゃうんか。行っちゃうか。戸崎海岸、天気のまだいい位置に行きます。一番端っこ。海岸に行く前にちょっと気になるものがあったので見てみましょう。この桑崎の本当かや。ここでもご飯を食べれます。僕はねちょっともう一つの集落で食べようかなと思ってるんで、桑崎集落でもご飯が食べられたりしてるってことをお伝えしておきます。なんかね、情報を見ると今は食堂やってないみたいですね。小浜島産のもずくの販売とクリームソーダのドリンクを販売してほしいと。あったら食べてほしいのがイカ。柔らかくて旨味たっぷりって書いてますね。イカあるんか。そんなんやったらイカ食べたくなるよ。味付けもずく、いちごメロンマンゴーブルーハワイと書いてますね。あのマンタの像はどうやって行くんやろ。ここも入っていけるかな。おお、美しい。ここのビーチも美しいですね。外国人の方が来ていらっしゃいますね。風は強いけど美しい。美しいですね。ここはね潮の流れが速いので遊泳には不向きということです。海に入らないようにしましょうね。そしてあの先にあるのが西表島ですね。もう本当になんか泳いで渡れそうに感じるぐらい近い。あれはね、居酒屋も1軒2軒あるみたいなんで泊まってみても面白そうですね。ウィンチュ公園、マンタがあります。これだけといえばこれだけですが、すごいですね。これぐらいなんかでかいんですよね。エイって本当にゲストハウスで潜った人がマンタ見たことあるって言ってましたけど、なんか7メートルぐらいあって本当にすごい圧巻らしいですよ。実際こんな感じ。見てみたい。ちょっと集落走ってみます。はい、これが一つ目の集落に来ましたね。この辺でちょっと僕行きたいご飯屋さんがあるんで行きたいと思います。2時間しか空いてないですね。もずく丼。どれにしようか悩みますが、口コミが良かった担々麺にしたいと思います。ティーダの担々麺きた。もうビジュアルからめちゃくちゃうまそうやんけ。それではいただきます。特製ホアジャオパウダーも入れてみたいと思います。本格的な味になります。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。担々麺以外におすすめとかってあるんですか？私は担々麺かもずく丼が好きです。悩みましたよ。家で作ってもこんな美味しくならない。あまりにも担々麺が美味しかったんでアイスも頼んじゃいました。
サトウキビのシロップ、これ。すごい。ちょっと雨が降ってきましたが、この辺の集落散策します。この辺はね、宿も結構ありますし、居酒屋もね、結構5、6軒以上あるんじゃないかな。まあ、泊まったらまた面白そうですね。もしかして、小浜島、学校がない？今、商店がありましたね。ここは子育て支援センターで、学校ではない。ここは診療所ですね。県立小浜診療所。ここは警察ですね。ということは学校もありそうや。閉まってますけど、お店ですね。ランチ食べれるとこです。結構入り組んでますね。公民館あるし、ええねん。郵便局。商店ありますね、商店。幹がある。これが学校ですね。これが小中学校ですね。小浜小学校中学校。ふるさとの心豊かに。いいですね。今日は火曜日やから空いてるはずなんですけどね。そしてこの道、いいっすね。こっからまっすぐ行きましょうか。うわ、綺麗。超綺麗。美しい。気持ちいい。なんやねん、さっきの雨。もう雲一つなくなったやんけ。最高。本当に最初の方のね、雨だったりとか曇りだったりとか、何やったねんっていうぐらいね、雲がなくなってますよね。これが島の天気ですね。だから最後まで諦めてはいけない、そんなことも教えてくれるんですね。まさに旅味ご当地です。ここはカフェですね。なんとね、機械島にシュガーロードってあって、ここにもあるんですよ、シュガーロードが。気持ちいい。すごいな、ここ。玉ねぎ畑じゃないわ。これ何や。西表国立公園小浜園地。すごいな、急にまた夏みたいな晴れてきた。ここのビーチもすごそう。もうちょっと行ってみるか。小浜島で人気の高いビーチに行ってみます。美しい。おお、こんな風の中やってんの。すげえ、逆に頑張ってやからいい。お、これはすごいな。広っ。めっちゃ広いビーチ。これ風で分かったらめっちゃ綺麗なんじゃない？
美しい。あー、めっちゃ綺麗。そして来ました、シュガーロー。あー、シュガーロー。さあ、サトウキビの道、機械島でも見たシュガーロードです。牛、牛がいます。なんて素晴らしい。なんてのどかなんでしょう。これかな。これか。これがなんとダーチダニー大祭りみたいな普通の祭りですけどね。いやー、この景色が一番なんかこの小浜島で好きな景色かも。小浜島のなんか優秀なこう海の綺麗さとのどかさが出てますね。伏定め石、こんなんもありますね。この石に十二支の順に穴が掘られており、昔島の人々はその石の穴と星降る夜、ちょっと読めないな、方角などによって農作物の作付け時期などを定めて伝えられて、そうなんや。俺なんかな。それでもこの石自体にでも別に穴開いてないしな。やばいな、もう観光ほぼ終わったかも。本当は泳ぐ予定やったんですけどね、こんなに風が強かったんで泳ぐことはなくなったんで、ちょっと暇になったな。もう一個前の便でも帰れたな。無理かな、今から帰るの。そしたらちょっと入ってる節とか星野リゾートの入り口まで行ってみようか。有名なヤシの木っていうカフェがあります。ここ行くかな。今やしな。でも晴れてるうちにちょっと走っとった方がいいな。ここも居酒屋ですね。そして居酒屋降りると、うわーこれは絶景。これカメラでうまく映ってるんかな。すげえ。それでは港の方まで戻ってきました。一旦港まで戻ってきました。おお、美しい美しいね。透明度も高い。いやー、今日はね天気がかなり移り変わりましたけども、天気が良ければ港もここまで美しいんですね。この青が半端ないです。これは癒されますね。本当に来てよかった。小浜島のポテンシャル最高にありますね。もうここが星野リゾートリゾナーレ。僕は入れませんけどね。でこの先が
ハイムル淵、ハイムル淵もある。ハイムル淵ありますね。ゴルフコースなんかもあります。もう一応泳いでいきましょう。聞いて。いや、タクシーだったら夕方までかかってたと思うんですけどね、バイクだと楽だし、一瞬で終わりましたね。カフェ寄って帰ります。このカフェ行きたいと思います。最後に25分あるんで。お腹はそこまで空いてないのでビールだけいただきたいと思います。石垣島地ビールうまそうですね。この景色で飲めます。バイツ竹富経由のは行きません。石垣行ってね。はい。万栄観光の方がめっちゃ空いてるのに。終わってみれば結局素晴らしい旅になりましたね。誠にありがとうございます。本日石垣港へ向け出港いたします。石垣までの所要時間30分程度を予定しております。波や風の状況によっては大きく揺れる恐れがあります。ご会長席を立たないようお願いいたします。帰ってきました。あっという間でしたね。はい、ついにですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞインスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。し
かもですねキルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさにタビオチカ投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。